どうもどうもナピです。今日はプラ版の縮小率2022年バージョンです。過去に撮ったものはもう2年も前になってしまっているので、改めて今販売されているものをもっと詳しく調べてみようと思います。調べるプラ版を100均中心に探してきました。まずこれがダイソー、こっちがキャンドゥ、これがセリアで、あとこれ100均じゃなくて湯沢屋で買ってたものがまだあるので、これも一緒に調べてみます。今回はですね、ノーギスも買ってきました。なので厚みも調べます。プラ版の縮小率の調べ方はいつもの方法と一緒で、プラ版を 100mm の正方形に切って、それで焼いてみて何ミリになったのかで縮小率がわかります。もし自分の持っているプラ版のを知りたい方はこの方法で調べることできますので、ちょっと 100mm 角大きいのでもったいないってところはあるんですけども、でもこれぐらい大きさがあった方が正確な数字が出てくると思います。ではこのたくさんのプラ版をこの正方形に切ります。このプラ版厚さが 0.4mm なのかな。試しに測っておきます。はい、 0.4mm ですね。次もダイソーのなんですけど、これちょうど私が行った時はなんかダイソーの50周年だかで、普段はこれきっと B4 サイズが1枚しか入ってないんだと思うんですけど、おまけで B5 サイズも1枚増量で入ってます。これちょっとお得なんじゃないかなと思ってます。でも行った店舗によってはもうなかったところもあるので、いつまでやってるのか詳しくわかんないんですけど、こんなのありました。もしかしたら今まだ他にも売ってるよってものもあるかもしれないので、私が探せなかった分はごめんなさい。プラ板が切れたので全部焼いていきます。一応サイズの確認、手で切ったのでそんなに機械のようにはいかないんですけど、まあいいんじゃないのかなって感じですね。あと1枚私気づかなかったんですけど、青になるやつが入ってるみたいです。そうしたらパンを焼くオーブントースターを予熱します。温度は130とか140度ぐらい。大きいのでくっつきそうになった時はこうやってパッて開けちゃいます。そうすると温度が下がるので丸まりが止まります。はい、これが焼いてみた状態です。結構セリアのものは白っぽくなりますね。よく質問で白っぽくなりますっていう人はもしかしたらこれ使ってるのかな。あと大きさを測ります。寸法を測って横が 40mm、 縦も 40mm にこのプラ板はなりました。なので縮小率が 40% だってことが分かります。拡大コピーを何%ですればいいのかを100割る 0.4、 250% で拡大コピーすると焼くと元の100に戻る計算になります。
中にはこの横が 46mm でこの高さが 52mm って正方形じゃなくなってしまっているものもあって、それはこの数字足して2で割って計算してます。試しで作って後で調整が必要になると思います。その調整の仕方もよく聞かれるので、動画の最後の方に紹介しておきます。あと注意点ですね。このプラバンのパッケージに4分の1とかなんかは5分の1、おそらくこれ面積が4分の1になるってことだと思うんですけど、でも実際焼くと10センチ焼いて5センチになるかっていうと、それよりだいぶ小さくて4センチになっちゃうので4分の1以下になります。なのでこの何分の何っていう表現はあんまり正確に写真に合わせて作りたい時はあんまり参考にならない数字なので、自分で測った方がいいと思います。あとプラバンによって個体差があったりして、同じ商品でも違う時もあったり、あとひどい時はこっちの上の方で撮った時とこっちの下で撮った時と違うとかいう時も中にはあります。もうそれはそんなに精密に作られてるものではないので、この裏にも書いてありますので、縮み方に多少差が出る場合があります。しょうがないんですよね、きっと。ちょっと合わなくてもまあしょうがないかなと、楽しい気分で作ればいいと思います。それでいつも私このキャンドゥの楽しいプラバンが大好きだったんですけど、これがもうなくて、でキャンドゥこっちのプラバンになってるんですけど、同じ商品っていうわけじゃなさそうで、それで今回この比較をしてみて、2022年6月現在このプラバンの中で一番いいんじゃないかって思ったのがこれですね。ダイソーのキュコット B4 サイズ、厚みが 0.3mm なのでハサミでも切りやすいです。0.4mm まで分厚くなってしまうとハサミで切ると割れやすいので、ちょっと私難しいなって思うんですよね。縮んだ時の厚みも 1.8mm で厚みのあるプラバンです。この厚さと透明度と、あと縦横の縮小率の差があまりないっていうので、これが一番になりました。やっぱりこのダイソーの50周年でおまけに B5 サイズがついてるってぐらいだから、ダイソーの中では多分自信のある商品なんだと思うんですよね。やっぱこれ一番いいなって思いました。おまけに入っている B5 サイズ、そっちも一応焼いてみたんですけど、ほぼ同じぐらいだったので、同じ商品の半分サイズが入ってるってことだと思うんですよ。だからこの50周年のこれを見つけたら、私ちょっと買いだめしとこうって思うぐらいこれ一押しです。近くの店舗とかでダイソーないよって方もいると思うので、こっちの縦横の比率の違うプラバンでどうやって調整して作ればいいかご紹介します。例えばこのプラバン、これはセリアのノーマルタイプの A4 サイズのプラバンですね。横が 40mm で縦が 46mm になりました。真ん中取って 43% 縮むってことです。それで拡大コピーは 100÷0.43 で 233% で拡大コピーをします。試しにもうこれ写真だと思ってください。これに合わせて作ってみようと思います。
これを 233% で拡大コピーします。そうしたら試しにこれを作ります。今回は試しなのでスタンド部分は作らずにこのまま引いちゃいます。これを合わせてみます。横がギリギリで縦が大きすぎるってことになります。ここにプラスでつける気持ちでこんな感じで、それで高さが今度は縦をもっと短く、色変えた方がいいか、ちょっと分かりやすいようにこれを基準な感じで、あとの残りの線はもう成り行きで引いていくしかないんですよね。これを見ながら、ここら辺の尻尾の下あたりはちょうどいいので、ここからこう出ればいいでしょう。ほっぺたもちょっと必要だな。こんな感じかなって。今赤い線を引いたんですけど、横に太らせて縦にギュッと縮めた感じになるように引き直します。それでもう一度切ります。はい、これが今焼いてみたものです。今度はこんな感じで入れることができました。ちょっと耳のとこの形がおかしいかな。もうちょっと外側、耳の横っちょが欲しいな。足して、それで作って型紙をだんだん合わせていきます。なのでちょっとプラバンたくさん使うことにはなります。持ってるプラバンもこうやって縮小率調べることできますので、やってみてください。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。